もし知らないところであなたの写真がばらまかれていたら、遡ること16年前の2007年11月、アメリカカンザス州。あの子の写真見た？なかなかセクシーだよな。当時、アメリカのネット上はある若い女性の話題で持ちきりになっていました。女性の名はエミリー・サンダー。彼女が立ち上げたインターネットサイトにある出来事をきっかけにアクセスが殺到。サイト上のエミリーの写真を一目見ようと、サーバーがダウンするほどに訪問者が押しかけたんです。個人サイトとは思えないほどの注目が集まるこの状況に、エミリーは嬉しい悲鳴を上げているはず。そう思われるでしょうか。しかし実際には彼女がこの熱狂を目にすることはありませんでした。仮にどこかから見ていたとしても決して喜びはしないでしょう。なぜならエミリーのサイトにアクセスが集中したきっかけは、彼女が殺された事件だったから。ネット上で脚光を浴びた美少女エミリー・サンダー。何者かに殺害された彼女がなぜアメリカ中の注目を集めたのか。事件の本質までねじ曲げかねない騒ぎを生み出したのは、無遠慮な人々による機密の暴露だったんです。おそす、猫アレルギーなのに猫飼ってるよ、ケンちゃんです。今夜の晩ご飯は私が作るクリームシチューでどうかしら？やみやみこです。本日ご紹介するのは18歳の女子大生エミリー・サンダーの殺害事件について。この事件はですね、若く美しい彼女が亡くなった後にネット上で有名になってしまったことでも注目されてしまった事件なんです。亡くなった後に有名人になるってのもなんか嫌ね。そうっすよね。画家とかもさ、亡くなってから評価されたりとか、自分がどうしようもないのにネット上でね、しかも今回みたいな物騒な内容で有名になるって自分だったらと思うと本当に嫌ですよね。そしてこの事件が明るみになったのもネット上での一つの出来事がきっかけだったんです。まずは早速何だったのかを見ていきたいと思います。知り得ない事実。遡ること16年前の2007年11月29日、アメリカカンザス州。これって行方不明になってた子だよな。おいおい、書き込んだやつ誰だよ。世界最大級のネット掲示板4ちゃんのユーザーたちは匿名で行われたある投稿にざわついていました。投稿されたのはカメラに向かって微笑む愛らしい女性の画像。彼女の名はエミリー・サンダー。投稿が行われる6日前の11月23日、エミリーはカンザス州エルドラド市内のバーで目撃されたのを最後に行方不明になっていました。警察はメディアを使ってエミリーに関する情報提供を呼びかけ、大規模な捜査を行いますが、手がかりは一切見つからず、捜査は完全に行き詰まり、ニュースにもたびたび取り上げられていたそんな最中に、掲示板で彼女の画像を投稿する人物が現れたんです。そしてこの投稿に注目が集まったのは、単に投稿主の悪ふざけが非難されただけの話ではないんです。実は投稿されたエミリーの画像には次のようなメッセージが添えられていたんです。この数字がわかれば彼女の居場所がわかるよ。何よ、数字って暗号か何かってこと？実はですね、高度な暗号とかそんな類のものではなくてですね、なんと皆さん学校でも習うようなすごく単純なある数字だったんです。掲示板に記されていた数字は暗号などではなく、緯度と経度を示す地図座標でした。座標が示す場所はエミリーが最後に目撃されたバーから東に80キロほど離れた国道脇。こんなのデマに決まってる。掲示板を見た多くの人がそう思ったのではないでしょうか。しかし投稿から1時間10分後、警察は座標とぴったり同じ場所で変わり果てた姿のエミリーを発見するんです。遺体にはひどい暴行の形跡があり、歯科医院からの歯の記録を取り寄せて照合しなければ本人だと判別もつかないほど。遺体を遺棄した場所やその遺体が彼女のものであると知らせる書き込みを行うのは犯人以外には不可能なことに思えました。じゃあ何？犯人はわざわざ遺体の隠し場所を教えたってことでしょ？何のためにそんなことするの？犯人がね、どういった気持ちで犯行に及んだのか気になりますよね。実は警察は遺体が発見される前から犯人の目星をつけていたんです。しかもその人物は一見エミリーに殺意を抱くようには見えない人物。一体誰なのか、時を戻して見ていきたいと思います。メキシコから来た男。2007年11月23日金曜の夜、エルドラド市内のバーはいつものように多くの来客で賑わっていました。そんな中、ねえ俺と飲もうよ。何人もの女性に対し果敢に声をかける男の姿が。彼の名はイスラエル・ミレレス、24歳。メキシコから移り住み、普段はイタリアンレストランのウェイターとして働いている男でした。ねえちょっとなんだよ。自身の呼びかけに見向きもしない女性の背中に向かい、悔しそうに顔を歪ませるミレレス。その日、ミレレスの誘いに足を止める女性は一向に現れませんでした。それでも諦めがつかないミレレスは一人でバーに居座り、酒を煽り続けます。こうしてアルコールに溺れた翌日、ミレレスは職場のレストランに姿を見せなかったんです。あら、飲みすぎて起きられなかったんじゃないの？そう思いますよね。実はもっと恐ろしいことが起きていたんです。
その日レストランに出勤しなかったミレレスを案じた彼の上司はミレレスが暮らしているモーテルを訪れます。しかし外から呼びかけても返事はなく、ミレレス入るぞ、そう言ってミレレスの上司が部屋の扉を開けたその時でした。なんだこれは。目の前に広がる異様な光景に上司は言葉を失いました。なぜなら部屋の床やベッドが一面血まみれの状態だったんです。その場で何か暴力的な事件が起こったことは明白でした。さらにその後の警察の調べにより、室内に飛び散った大量の血液はエミリーのものだと判明したんです。いや、なんでミレレスの部屋にエミリーの血が飛び交ってんの？それがですね、実は前の晩にエミリーとミレレスは知り合っていたんです。不運にも2人が出会ってしまったのは、女性に振られ続けたミレレスがバーで飲んだくれていたその時でした。夜も深まる中、エミリーが友人たちと共にバーにやってきたんです。今夜付き合ってくれる女の子を渇望していたミレレスはすぐさまエミリーに近づきます。いや、隣座ってもいい？もちろん、一緒に飲みましょう。突然声をかけてきたミレレスに対し屈託のない笑顔で答えるエミリー。二人はそこから短時間の間に昔からの友人のように打ち解け、冗談を言い合いながらも楽しく酒を飲み交わしたんです。そう、エミリーは初対面の人ともすぐに仲良くなれる、そんな明るく外交的な女性だったんです。彼女はその人柄から多くの友人たちに愛されていました。さらにそうやって酒を飲んでいるさなか、ちょっと外に出てくる、すぐ戻るね。エミリーは友人にそう伝えると、ミレレスと二人で店を出て行ってしまいます。そしてこれが友人たちが生きているエミリーを見た最後の瞬間となったんです。友人たちの証言やモーテルでの一件を受け、警察はすぐさまミレレスの行方を追います。しかしこの頃にはすでにミレレスは母国であるメキシコへ逃亡していました。かくまってくれる親族や友人が多い土地に戻りたいという思いもあったでしょう。しかしそれ以上にミレレスが帰国したことにはメキシコのその国柄が関係していたんです。実はアメリカで重罪を犯した犯罪者にとってメキシコは一種の駆け込み寺になっているんです。駆け込み寺って国境を越えたらアメリカの警察手出せないってことでしょ？じゃあメキシコの警察が黙ってないんじゃないの？メキシコの警察もね、何もしないわけではないんですけどね。ただね、メトラの皆さんもアメリカの映画とかで犯罪者がメキシコに逃亡するとかね、見たことあるとは思うんですけれども、実はね、アメリカとメキシコの国家間で結ばれたある条約に起因するんです。というわけで本日のメトラキーワード、殺人犯引き渡し条約について。犯罪人引き渡し条約とは、国外逃亡した容疑者の身柄の引き渡しを国同士で約束する国際条約のこと。本来、他の国から要求を受けても犯罪者を引き渡す義務はないんですが、この条約を結んでいる国同士では相互に引き渡しの義務が発生するんです。アメリカでは2016年時点でメキシコを含む約70カ国と犯罪人引き渡し条約を結んでいます。しかし注目すべきは、死刑廃止国であるメキシコでは死刑になり得る容疑者の引き渡しを拒否している点。そのためミレレスのように死刑になる可能性の高い犯罪者はメキシコへ逃亡し、極刑を免れようとするんです。こんな事情があったの知らなかった。そうなんですよ。実はこの引き渡し条約の例外措置によってミレレスのね、身柄確保っていうのは困難を極めたんです。しかしアメリカの警察は彼を何としてでもアメリカへ連れ戻す必要があったんです。というのも実はエミリーの殺害以外にも彼にはとある不安要素があったからなんです。逃亡した2人。メキシコへ逮捕の要請を出した連邦保安局でしたが、彼らにはミレレスの引き渡しとはまた別に気がかりなことがありました。実はエミリーが行方不明になった翌日、ある女性のもとにこんな電話が入っていたんです。はい、マーテンスです。もしもし、ママ、私これからメキシコに行ってくるね。この時電話をかけてきた少女はビクトリア・マーテンス。若干16歳の彼女はミレレスのガールフレンドでした。しかも彼女は当時妊娠7ヶ月。なんとミレレスの子供を身ごもっていたんです。ガールフレンドがいたのにナンパしてたってこと？でもメキシコに行くってことはミレレスに連れて行かれたってこと？いや、そうなんですよ。彼女は妊娠していたにもかかわらず、犯罪者であるミレレスとね、行動を共にしてね、メキシコに行ったんです。ガールフレンドのビクトリアはカンザス州の都市バクスタースプリングスでミレレスと落ち合い、メキシコへ越境しました。ただメキシコにはビクトリアの祖母が住んでおり、ビクトリア自身も頻繁に行き来していたため、連絡を受けた家族は単なる旅行だと思っていたんです。その後間もなくミレレスに殺人の容疑がかかっていることを知ったビクトリアの家族がどれだけ衝撃を受けたかは想像に難くありません。ミレレスはビクトリアと同じ年頃の女の子を殺している。そんな男と一緒にいたらいつ何をされるかわからないわ。そんな不安を募らせた母親は連絡が取れなくなってしまった娘に対しメディアを通じて訴えかけます。お願いだから連絡をちょうだい。あなたが無事かどうか知りたいの。悲痛に訴えるその姿が報じられ、新たな犠牲者が出るのではという緊
潮が走る中、翌週12月3日、メキシコ当局はついにミレレスとビクトリアの居場所を突き止めます。しかしメキシコの警察は2人の動きを監視するだけでなかなかミレレスの逮捕には動かなかったんです。そう、先ほど解説した通り、メキシコは犯罪人引き渡し条約において死刑になり得る容疑者の引き渡しを拒否しているんです。そのためメキシコ当局は殺人罪で死刑になる可能性のあるミレレスに対してアクションを取らずにいたんです。せっかく居場所分かったのにもう捕まえられないなんてさ、めちゃくちゃもどかしいじゃないの。このまんまだと逃げ得になっちゃうじゃない。そうなんです。ただね、ある事情によって、エミリーの殺害事件っていうのは、アメリカ中の注目を非常に集めたんです。なので、アメリカのね、連邦保安局も、この事件、そしてミレレスの逮捕っていうのをできない状態なんですけど、うやむやにはね、できなかったんです。こうした状況を受け、アメリカカンザス州の検察庁は、ミレレスが殺人罪で有罪になっても、決して死刑を求めない旨を表明。ついにメキシコ当局がミレレスの逮捕に踏み切ります。ミレレスが逃亡先で暮らしていたのは、ガールフレンドであるビクトリアの祖母の自宅でした。身柄を確保された際には、祖母の自宅のゴミ箱からエミリーの血痕がついた服とナイフも見つかっています。そこから様々な手続きを経て、ミレレスがアメリカに引き渡されたのは、事件から約2年後の2009年6月26日。裁判においてミレレスは一貫して無実を主張したんですが、2010年3月31日、仮釈放なしの終身刑を宣告されました。一緒にメキシコに渡っていたビクトリアは、当初帰国を拒否していたんですが、告訴しないという検察庁の保証と家族からの説得を受け、無事にアメリカに戻っています。いや、もう逮捕されたのは良かったんだけどさ、この事件が有名になったある事情っていうのがまだ解決してなくない？ヨンちゃんに遺体の隠し場所を投稿したその理由とかもよく分かってないわよ。そうなんですよね。まあこの事件実はね、なんでこんなに注目されたかっていうと、逮捕劇だったり、事件の内容とかもそうなんですけど、まあ実はそれだけじゃないんですよ。実は被害者であるエミリー自身がアメリカ中の注目を集め、大きく話題になってしまったんです。スターになったエミリー。エミリーが失踪した2007年11月23日以降、彼女の家族の心は暗く沈んでいました。早くまたテキサスで暮らせるように頑張って学位取るからね。コミュニティカレッジに通うために一人暮らしをしていたエミリーが明るく話すその様子を思い出しながら、家族はただただ辛い日々を過ごしていたんです。そんな最中のことでした。ちょっとこのサイトを見て。パソコンの前に集まり、各々驚きの表情を浮かべるエミリーの家族。表示されているのはとあるオークションサイトだった。あろうことかそのサイト上では愛するエミリーの写真がいくつも出品されていた。そんな、どうしてエミリーがこんな。家族が衝撃を受けたのは、娘の写真が売りに出されている事実もそうだが、何よりその写真の内容に対してだった。写真の中のエミリーは下着姿で肌を露出し、カメラに向かって上目遣いのセクシーな視線を送っている。その姿は明らかにいつもの娘とは違っていた。瞬く間に増えていく入札の数。家族はそうやって娘が晒し者にされる様をただ画面越しに眺めることしかできなかった。売りに出されるのももちろんやばいんだけどさ、こんな写真誰が撮るの？あと被害者であるエミリー自身が自ら進んで撮った写真なんです。どういうことどういうこと？エミリーにはカンザス州で一人暮らしを始めて以来、家族にはずっと隠していたことがありました。実は彼女はポルノ女優として活動していたんです。2007年9月、事件が起きる2ヶ月前にエミリーは自分のサイトを立ち上げ、密かに自身のヌード写真を販売していました。エミリーの夢は女優。ジャンルは違えど、彼女は被写体になってお金を得ることにやりがいを感じていたのかもしれません。エミリーの死後、ネット上ではあっという間に彼女の噂が広まり、サイトにアクセスが殺到した結果、サーバーがダウンしてしまうほど。そして、サイトで写真を入手できなくなると、オークションでの売買が行われる事態にまで発展したんです。さらに、火に油を注いだのが、マスコミの報道内容。マスコミはエミリーがポルノ女優として活動していたことをセンセーショナルに報じ、彼女の失踪、殺害の原因はあたかもポルノ写真にあるかのように演出しました。エミリーの家族は彼女を失った失意の中、どうにもならないその状況をただ見ているしかなかったんです。一連の騒動を受け、捜査に当たっていた警察署長トム・ボーレン氏は、エミリーのネット上での活動と今回の事件の関連性を示す証拠はないと否定。写真を販売していたエミリーのサイトは、遺族や友人たちの手により生前の彼女がいかに明るく友好的な人柄だったかを伝えるエミリー・サンダーのオンライン記念館へリダイレクトされました。こんな形で死んだ後に広まっちゃうっていうのはあんまり気持ちよくはないわね。まあ自分からね、進んでさ、目標があってお金稼ぐためなのかわからないですけど、ポルノ女優をやるって道を選んで、自分が生きてるうちに課金されてるとかそういう使われ方じゃなくて、死んだ後に何かこう別の意味でね、消費されているような形になって、本人も別に意図せず広がっているのが、本人からしたら一体どう思うんだろうっていうのはすごい気になりますよね。さてね、犯人に実刑が下って解決したかに見えたこの事件ですがね、皆さんまだ一つね、とある疑問が残っているんです。一体何でしょうか？
実は逮捕後、無実を主張したミレレスはこのような供述をしていきました。エミリーとモーテルにいたら知らない男が押しかけてきたんだ。彼女を殺したのはそいつだよ。警察は俺を疑うって分かってたから怖くなって逃げたんだ。そう、裁判所はミレレスのこの訴えを退けましたが、彼は一貫して自分以外の第三者の存在を主張していたんです。さらにエミリーの遺体を示すヨンちゃんの投稿について、ミレレスは一切コメントしていません。そもそも自白の意思がなかったとすれば、ミレレスにエミリーを遺棄した場所を知らせるメリットはありません。それでは一体誰が、皆さんはどう思いますか？